こんにちは。こんにちどうもー、は。アッキーでーす。おぶぶの萌えです。お久しぶりでおす。久しぶりです、皆様。まあ今日は茶畑オーナー様にお送りしたはい、かぶせ和紅茶の美味しい入れ方を紹介したいと思います。お送りしてるんですね、もはい、今日は3種類の飲み方を入れ方をしたものを飲み比べしたいと思います。う。ね、まあ家でこう実験するとなったらね、こう茶葉もたくさんいるんで、そうですよね。ここはやはり僕たちがですね、いろんな入れ方をして、紹介して、そう皆さんの間に提案していこうかなと。美味しい飲み方を。そうですね。というわけでございますね。はい。このお茶の特徴が3つあって、1つ目がかぶせた茶葉を使って作られた和紅茶っていうのと、あと2つ目は清浄機にかけて形を作ったのでこうピーンと伸びたまるで煎茶のような紅茶になってます。3つ目なんですかね、3つ目はなんか普通の紅茶というのにプラスされて何かいい香りが漂ってきてますけど、これはですね火入れといいますか、棚乾燥機で再びこう少しこう火を入れたと。で火が代わりにこうキュイーンとこう火が入ってるって感じですね。いい香りが、工場でその火入れをしてた時もすごく工場中にいい香りがして、最初はやっぱね生チョコみたいなその生感があったんですけど、だんだん火入れしてその30分経った後とかは焼けましたっていう感じの、焼けましたって感じでちょっとだからまあローストしたというか、そう香ばしいさがいい香りが漂ってました。そうですね、プラスされて。じゃあ早速いきますか。行きましょう。 OK、 わかりました。それではまずここに用意したのがダラン、じゃん、水出し和紅茶。水出し和紅茶。そう、水出しっていうのは茶葉を入れてお水を常温入れてそのまま冷蔵庫で放置するっていう一番シンプルなね、簡単な作り方ですね。夏とかはすごい美味しいです。水出し。水出し、はい、そしてこの次はこちらにあるのが煮出しアイスティー風。アイスティー風。アイスティー風ですね。そうなんでこれは沸騰したお鍋にお湯を沸かして、その中に茶葉入れて、で20分ぐらいグツグツはしてないですね。20分ぐらい放置して火を止めてから、でそれで取り出して粗熱取って、でそれを冷蔵庫で冷やしたものっていうアイスティーですね。はい。そして3つ目が今から実際に入れていきたいと思ってます。じゃあとりあえず、熱湯を用意して、まずはでは急須を温めてください。急須を温めましょう。茶葉は入れないんですね。入れません。急須も熱々で。そう急須からまず温めましょう。はい。で急須が温まりましたらコップの方に移していきますね。します。そこにこの 5g 入れます。では入れます。はい。そしてこの温まった急須に熱湯を入れます。そして、ちょっと間髪入れずにですね、少しちょっと入れます。色出ます、ね、色がね、色を見てもらって、黄金から赤っぽい感じ、レッドゴールドって言ってるんですけど、ゴールドじゃなくゴールドより少し赤いみたいな色に合わすようにこう回し継ぎをしていってください。きれい。最後の一滴までゴールデンドロップ。はい、できました。こんな感じです。これが水出し、これが煮出しアイスティー風、これが今熱湯出しっていうので、色がねだんだんこんな感じですね。ではいただきます。いい香りします。紅茶の味もさることながら、かぶせた茶葉のコクといいますか、コクがあると思います。私もね。なるほど。これが一番うまいね。まだ飲んでない。今暫定1位ですね。なんで1位続きまして続きまして、
じゃあ煮出しアイスティー風にしてアイスティー風いいただきます。ただきます。なんやろな、冷たい。これ何の味してます？これなんなんやろ、なんなんですかねこれ。でも思ってた味とは違います。味薄いんかな。味がちょっっと薄いね。ダメです。はい、ダメでしたことですね。そうですね。はい、どうも改めまして濃いめに両方作ってみましたので飲んでみたいと思います。飲んでみたいと思います。香りグッガトーショコラ焼きたてのオーブンの匂いとかします。ローストした日の香りそうが強くて、味が濃くなったのですごくほうじた和紅茶の香りがしっかり飲んだ時に分かってすごい美味しいです。これだいたい1000パック1つで500作れるのでいい感じ。いい感じです。前よりすごく良くなりました。よくなりました。じゃあ続きまして続きまして水出し水出しをいただきます。いただきます。なんかこう一口飲んだ時はどっちかっていうとほうじたそのローストした感じの香ばしい味がしてで飲み後味がすごい紅茶のそうですよね。フローラルな感じがして美味しいですね。いけるじゃない。ありですね。美味しいです。というわけで、黄金比といいますか、はい、が判明したわけですね。はい、判明しました。実験成功です。やったーじゃあ皆さんもぜひ皆さんもぜひこの割合でこれはおすすめできます。水出しも煮出したやつも作り方は同じで茶葉の量だけちょっと増やして濃いめに作ってみたらすごく美味しかったです。そうぜひお家でも試してみてください。ぜひよろしくお願いします。はい。ではそういうことで中継先から以上です。以上です。お返しします。はい。まあオーブ茶園としてましては、はい。オーナー様の皆様に、支えてもらってですね、これからも美味しいお茶を作っていきたいと思いますので、はい。ぜひともこう応援していただいて僕らも頑張ってまた今年のお茶一生懸命作っていきたいと思いますので、はい。頑張りましょう。お楽しみにしておいてください皆さん。はい。温かいお茶を飲んで皆さん風邪をひかないようにしてください。してください。ありがとうございました。また会いましょう。お元気で。お元気でーす。さようなら。バイバーイ。